皆さんこんにちは、石野香穂です。今回は有料級臨床学習の始め方勉強法徹底解説というテーマでお話をしていきます。 YouTube でも普段から古典の臨床ってめっちゃ大切なんですよとか、臨床されるといいですよみたいな感じでおすすめしてはいるんですが、そうは言っても、古典って何とか臨床って何って感じてらっしゃる方も多いと思います。あとは臨床を始めるためにちょっと準備はしてるけれども、結局やっぱ何から手つけていいのか分かりませんだとか、そういった方たちのために今回は古典の学び方だったり、臨床することのメリットですよね、臨床する意義っていうところ、そこもお伝えしていきたいと思います。今回のこの動画をご覧いただくことによってみんな今日から臨床ができるようになります。ぜひ最後までご覧ください。まず1つ目、臨床とは。皆さん臨床っていう言葉聞いたことありますか？多分ほとんどの方が聞き慣れないとか初めて聞いたっていう方が多いと思うんですよね。で、臨床というのは先人の名跡、書道では古典というふうに呼びます。その古典をよく観察してそれを真似して書くこと、それを臨床というふうに呼んでいます。で、この臨床にもいろんな種類があるんですよ。まずはこちらをご覧ください。これは旧世紀霊泉銘という楷書の有名な古典を木という字を臨書したものなんですけれども、これを臨書するときには心がけたことは、例えば右上がりの角度を、そっくりにするとか、この木の長い反りからの跳ねる角度とかをしっかり忠実に真似して書くとか、あとは中の米っていう字もありますけど、最後の点々の部分がなんかくっきりとしてとか三角にしっかり止まってるなと思ったので、そこを三角の形になるように筆使いを気をつけてやってみるとか、でそういった感じで形を忠実に再現する、形をしっかり真似て書くっていう姿勢で臨床に臨むことを経臨というふうに呼びます。で、その名の通り形を臨床する経臨と呼びます。じゃあもう一つこちらをご覧ください。で、これは米仏という人物の食訴状という古典になります。行書の古典ですね。その中から金という字を臨書してみました。で、先ほどの経臨とは違って、今回は形をそっくり真似しようっていう気持ちではなく、米仏の書きぶりの特徴をしっかり掴んでそれを表現しようっていう態度で臨んだものになります。これを意臨というふうに呼んでいます、ね、形もある程度は見ますけれども、それ以上に米仏の息遣いですね、この左払いのこのスピード感だったりとか、あとは左払いと右払い高さかなり違うじゃないですか。この左払いの方が下がってて右払いが上がってる。で、こういうふうに前傾姿勢に傾いて見えるなとか、でそれがベースの特徴だったりもするので、その部分前傾姿勢であることとか、右上がりが強いなとか、勢いのある字だなっていう、そういったところを表現しようと思って取り組んだんですね。それを意臨というふうに呼ぶんですよ。で、先ほどの経臨と比べるとだいぶ臨床の態度違うと思いませんか？形をそっくり書こうから成長して、次は米仏の特徴をしっかり捉えて書こうになったわけですね。で、意臨もできるようになって、もっと最強になると今度は背臨っていうのができるようになるんですよ。背臨っていうのは何かっていうと、もうお手本に背を向けてでももう書けるっていう状態ですよね。お手本なくても全然その通り書けますけどみたいな、それを背臨っていう風に呼ぶんですよ。もっともっとすごくなるともっと上の段階もあって、それを高書っていう風に言います。古典で培った表現を自分の作品作りに生かすことができるようになるんですよ。自分の作品を表現しようってなった時に、古典という引き出しがいっぱいあるので、勝手にアイディアがいっぱい出てきて、ね、この手からすごい字が生み出されるみたいな、そこまでいったら最強だと思います。かなり上級者ですね。この講書ができるようになったら展覧会に出してみるとか、またさらに夢が広がっていくと思いますから、ぜひ皆さんもそこを目指してやっていきましょう。で、ちなみに初心者の方だったらいきなり報奨するのはちょっと難しいと思いますから、まずは経臨から始めて、そして意臨に取り組んで、
まあそこまでいかなくても行ってもどっちでもいい。時間のある人はね、たくさんね、ひたすら練習して完全インプットして暗記ぐらいまで行ったら背輪まで挑戦してみてください。競輪、位輪、背輪、放掌、または競輪、位輪、背輪飛ばして放掌みたいな感じですかね。そういった感じで臨書の経験を増やしていけるといいんじゃないかなと思います。2つ目、臨書をする意義。先ほど臨書について説明したので、なんとなく臨書のイメージが湧いたかと思います。とは言っても、よっしゃ臨書やってみようって思った方って多分少ないんじゃないかなと思うんですよ。臨書って敷居高いしなとか、自分にはちょっとまだかなとか、あとは臨書って本当に意味あんのかなみたいな、そうやって思ってる方もまだまだいらっしゃると思います。その気持ちは本当によくわかるんですよ。実は私もこう見えて大東文化大学の書道学科というところを出てるんですよね。で、実際に大学生の頃は、初めてその時に本格的な書に触れるわけですけれども、古典と言われると、うわまたかよみたいな感じで、本当に古典に対して苦手意識があったんです。周りの友達はみんなそれに夢中っていうか楽しくやってる中で、私だけはなんでこんなの真似しなきゃいけないの、変でしょとかって本当に思ってたんです。でもそんな私が今は古典の虜なんです。なんであんなに古典が嫌いだった私が今古典の虜になってるかというと、やっぱり臨書をすることでメリットをたくさん感じたからなんですよね。古典やってて、うわこれも良かったあれも良かったっていっぱい言いたいところなんですが、すごく長くなってしまいますから、今回はちょっとね、私が感じたメリット3つに絞って紹介したいと思います。まず1つ目が、古典をたくさん練習することによって自分の中の引き出しが増えて、自分の作品作りにすごく役立ちます。ね、こういう風に作品描きたいなっていうイメージがあるわけですよね。力強く描きたいとか。そしたら、あの古典力強かったからそれを元に描いてみようみたいな。そうやってやるとすごくいい作品が仕上がったりとかするんですよ。だから古典の臨書によって引き出しをたくさん持つっていうのは、いい作品を描く上ですごく良かったことですね。それから2つ目、古典の臨書を繰り返しすることによって技法の精度が高まりました。これどういうことかっていうと、ね、描きたい線があります。で、その時に古典の臨書経験が豊富だと、パッと見ただけでその線がすぐに引けるんです。で、普通だったら繰り返し練習しないと、ね、そういう風に描けないとかって思うじゃないですか。でも臨書に慣れていると、もう形を瞬時に捉えてパッと自分自身で表現するっていうことがめっちゃ簡単にできるようになってくるんですよね。もちろん最初からそういうわけにはいかないですけれども、古典の臨書っていうこの作業を繰り返し、ね、訓練していくことによって、こういう風に書きたいと思ったらパッてそういう風に書けるようになるんですよ、ね、みんなも多分そこを目指したいと思うので、古典の臨書をやるとそういったメリットもあります。それから最後3つ目ですね。実際にそのお手本にする古典ありますよね。それを実際に自分の腕を動かして書くことによって、その書を追体験できるんですよ。昔の人がね、何百年とか前に書いたものを真似して書くことが、ね、その人の、ね、体験を追ってることになるじゃないですか。だからそれ自体が普通に面白いっていうこと。昔の人ってこういう風に書いたんだみたいな、ね、共感できるっていうことと、あとは実際に腕動かして追体験してると、その書の優れたところがこう分かるようになるんですよね。だから実際にその作品を見て、ここがいいっていう風に感じることができるようになったんです。例えばその展覧会とか行っても、今までだったらぼーっと見て、なんかみんなすごいうまいみたいな感じで終わってたのが、今は一つ一つの作品の特にいいところ、優れたところをね、瞬時に発見して、この作品めっちゃ魅力的みたいな。だから展覧会をすごい楽しめるようになったんですよ。作品の見方が分かるようになったんですね。なので自分が書くっていうこと以外でも人の作品を見れるようになった。それが私が感じてるメリットになります。で、こういったことをたくさんね、経験してると、やっぱ古典やっといてよかったなにつながるんで、ぜひ皆さんも騙されたいつもりで古典に取り組んでほしいなというふうに思います。
ただここで注意が必要なのが、古典の臨書ってすぐにやめてしまうと、あれやっぱ古典の臨書って楽しくないなとか、やる意味なかったなになってしまうんですよね。でもそれっていうのは古典を臨書することの、意味っていうか楽しさにまだ気がついていない段階なだけであって、もしかしたら臨書の仕方が間違ってるから楽しくなかったのかもしれないし、飽きちゃったのかもしれないですよね。なので正しく臨書することによって楽しく技術が身につくし、飽きずに続けることにつながるんですよ。なので次のパートでは臨書の仕方についてお話ししたいと思います。最後は臨書の仕方についてお話をしていきます。皆さん臨書をするにあたってまずお手本が必要ですから、皆さんが好きな古典だったり興味がある古典のお手本をまずお手元に用意しましょう。楷書でも草書でも自分が興味あるものだったら何でも大丈夫です。って言うと、何でもいいって言われるのが一番困るんですよみたいな感じになりがちですね。皆さんももしかしたらそうやって感じてる方多いかもしれないので、まずはじめお手本はどのように選べばいいのか、これについてお答えしていきたいと思います。お手本って言っても本当にたくさんありますので、まずやっぱおすすめなのは本屋さんに行くとか書道用品店とかに行くと、有名な工場がたくさん並んでいます。で、好きな本ちょっと中パラパラ見てみてください。中にはこの筆順が明確に示されているものがあったりとか、石碑のものとかだと見づらいところがあったりするんですけど、そういう見づらい部分も骨書きで補ってくれてる、鉛筆でこうやって書いてあるよみたいな教えてくれてる本だとか、あとは半紙6辞書みたいな感じで半紙に書いた場合の拡大法上とかも売ってたりするんですよ。なので自分が気に入ったもの何でもいいですから、まず1冊購入することをおすすめします。で、次にですね、本を買ったはいいけれども、拓本見てるとちょっと見えない、欠けてる部分がいっぱいあるんですけど、そこって書かなきゃいけないんでしょうかっていう質問も結構多いんですね。で、これは欠けてる部分、見えないところは全然飛ばしちゃっていいですよ。慣れてくると不鮮明なところも、分かるようになって、こういう風に書かれてるんだろうなって想像できるようになる力は身についていくんですけれども、初めて臨床する方にそれが難しいと思いますから、まずはじめはそういう不鮮明なところは飛ばしてしまって、鮮明に見えるところを選んで書いていくっていうのがおすすめです。中にはこう欠けてる、また綺麗、また欠けてる、また綺麗みたいな感じになってると思うんですけど、意味が途切れたとしても鮮明なところだけ飛ばし飛ばし臨床すればいいと思います。学習のための臨書であれば全然飛ばし飛ばしで大丈夫なんですよね。例えばこれが展覧会に出品する作品とかってなったら、飛ばさない方がいいし、ちゃんと見えるところをつなげて書いた方がいいっていう話になってくるんですけど、自分の学習のためだったら全然意味通じなくても、こう見やすいところを拾って書いていくっていう練習方法でも全然大丈夫だと思います。あと最後にですね、筆順わからないんですけどどうすればいいですかっていう質問も結構あるんですよ。確かに古典の字ってすごい難しいんですよね。例えば行書とかの古典だと線と線が重なってもうぐちゃぐちゃになってて、どこからどこへ行ってるのかわかんないよ、迷子になっちゃったみたいな、そんな感じになりやすいと思います。でもそうなった時には辞書を引くようにしてください。辞典1冊でも持ってれば後ろに音訓作品がありますから、読み方で例えば花っていう字だったら花って調べます。そうすると、花の行書草書いっぱいブワーって出てくるんですよ。50種類とか出てきます。でそれを、いくつか見てるうちに、自分が見てる方上はこうやって線重なってよく分かんなかったけど、他の古典のやつは結構見やすいなってなって書き順が判明したりします。もちろん古典によっても書き順は違ったりもするので、そこは注意が必要なんですけれども、同じように書かれている古典を参考に、筆順を解いていくみたいな、そういった感じでいいのかなと思います。で、中には辞典を見てもわからなかったとかっていう方もいらっしゃるので、そういった場合は筆順を示してくれる本を購入するのもおすすめですね。私結構使ってるのがこのシリーズです。天来書院さんから出てるシリーズ書の古典ですね。この総前碑のやつとかも結構なんか欠落してる部分があるんですよ、ボロボロになってて全然見にくいなみたいな。でも、隣に鉛筆で骨書きみたいなしてくれてるので、真っ白になって見えないところもこうやって書かれてたんだなっていうのが分かったりするので、初学者にはすごいいい手本だなというふうに感じています。で、筆順だけじゃない、骨書きだけじゃなくって解説もめちゃくちゃ充実してるんですよ。なので
本当に初めて臨床に取り組むっていう人は天覧書院さんのこのシリーズ結構いいのでおすすめしておきます。皆さん、古典の臨床のお話いかがだったでしょうか。今まで臨床に興味がなかなか持てなかったっていう方も少しでも興味を持てたりとか、ちょっとやってみようかなっていう気持ちになっていただけたのであればすごく嬉しいなというふうに思います。で、実際に臨床に取り組んでみてこうだったとか、やっぱ難しかったとか、いや意外と楽しかったっていうのがあればぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。で、今回の動画参考になったなと思っていただけたらぜひいいねボタンもよろしくお願いします。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた、バイバイ。